こんにちは、山下夏美です。今回はトリックとか流しの映像がちょっと多い日のまとめなので、ちょっとその辺について喋っていこうかなっていうふうに思います。早速喋っていきますが、このリップで今このトリックを結構かけるのをメインでやってるんですけど、このあたりはこの割れるあたりで、これでも今微妙に飛びながらターンしたんですけど、前に出ながらですね、ここでテールを基本的に踏んであげる。このリップでトリックをかけるときはそういう意識でこの辺をやってますね。それができるとこういう流し波も結構ターンに余裕が出るので、回すときに次につなぎやすくなるかなっていう風に思います。これとかも良さそうな位置かな。結構スムーズに当てれるようになるんで、当てた後の動きもスムーズになるかなと。これとかちょっと遠いけど、そう分かりやすいかな。これとかもテイクオフして、ちょっとブレイク早いけどしっかりテールが踏めてると、今みたいにトリックでカバーできるんですよね。今のはスピナーでカバーしました。これはちょっとブレイク早いけどしっかり前に出てダウンザライナーでコンプリート。今のうまいですね。これは180かな。リップでちょっとブレイク早かったところをうまく飛んで合わせました。そうですね。これ結構飛ぶの難かったと思うんだけど、よく飛びましたね。さあ、これはブレイク早いからラップ側かな。ブレイクが早いなって思ってトリックかける位置がないなっていう時はすぐ切り返して、こういう風にラップ側まで下で切り切ればこれができるので、アプローチしてる時にはもうある程度僕の場合考えてますね。ここからちょっと映像変わりますが、流し波系で小波かなプラスで、同じくリップでトリックやってる系なので、共通して喋れるんですけど、やることはサイズ、波サイズあってもなくても同じですね。特に流し系トリック系はターンした後にパンプ踏むかとかそういう差はあるけど、基本的にやることは一緒ですね。これはリップからビッグスピンかけようとしたけど失敗かな。これ今のナイスコンビネーションだけど決めきりたかったね。スピナーからリップで180。これはターンしてエアで前に出る。これは逆スピナーからのターンでプラスハーフスピン。逆スピナー止めるのもね、しっかりテールが踏めないとできないことなので、いかにテールを踏むことが重要かっていうのは分かりますね。この流し波トリックっていうのを安定させるために。これもリップで180かけようとしたけど、これテールから刺さっちゃったかな。テールから刺さっちゃうと基本どうしようもないですね。これはしっかり前に出てダウンザライン。一回ワンアクションでリップの上側に乗ってって感じでしたね。さあテイクオフして、これはサイドウェイしながらハーフスピンでスイッチに切り返してターンしようとしたかな。さあダウンザライナーでスープで当てて前に出る。でハーフスピンでストールさせてチューブイン。これはスープになっちゃったからスピナーで前出ようとしたけど失敗。フローターから降りる。
通にコンプリートです。さあ、長いサイドウェイから、これかなりスプレー上がってましたね。ナイスターン。さあ、今のはテイクオフゾーン難かったから、モンキークロールで合わせて、ロングライド。しっかり流しでウェーブライディングしていく。さあ、これちょっと回す位置が難しそうだけど、ターンしてビッグスピン。このターン後にトリックかけるのが一番やりやすいかな。コンビネーションとしては。コンビネーション系やりたい人は、まずターン後、ターンした後にトリック何かしらかける練習していくといいかな。一番それが簡単ですね。これはインサイドで、巻かないとこを最後、オーリー気味に着地。これはエアーするかな？どうだろう？ラップ側ですね。普通にラップしてきましたね。まあ、こんな感じで。トリックはね、やっぱり、テールを踏んで安定させる。で、うまく、それが踏めるようになったら、かなり、ライディングの幅が広がる。いろんなところでトリックをかけられるようになるので。まあ、ぜひその辺はね、どんどんチャレンジしていけるといいんじゃないかな。やっぱりトリックができると、ライディングの幅が広がるんでね。ターン前にトリックかけたり、ターン中にトリックかけたりとか、ターン後にトリックかけたりとか。それだけで3箇所、1トリックできるだけでも3箇所でかけれるバリエーションが広がるし、コンビネーションとかになれば、別のトリック組み合わせたりとか、同じトリック2回やったりとか、そういう組み合わせもできるようになるので、やっぱり大会で勝つようになっていくためには、せめては、ワントリックは欲しいですね。自分が得意な、一番メイク率の高いトリックを一つ武器として持っておくだけで、かなり勝ちやすくなるんじゃないかなと思います。特に3人ヒート、4人ヒートで2人上がりとかのヒートになると、やっぱり1抜けは無理でも2抜けできる可能性がかなり上がるので、その辺のね、バリエーションを持つっていう意味でも、そういう流しからのコンビネーションでトリックとか、ターンしてからのトリックとか、その辺ができるとかなりいいんじゃないかなっていうふうに思います。これとかもいいんじゃないかな、結構。スピナーでビッグスピン。これもナイスコンビネーションだね。ターン後に2つかけたりとかもできるからね。うまく詰め込めれば。人が普通ならかけないような場所でトリックできるっていうのも一つの強みになるかなっていうふうに思います。練習できたら。今回はトリックコンビネーション系について結構メインで喋りましたが、練習できる方はしっかり練習していけたらいいかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。